私たち、お引っ越しをすることになりました。引っ越す理由なんですけど、Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have a sum up for anything like that. 皆さんこんにちは、ポッチです。チコです。イェイ、ハピライスチャンネルです。最近雑じゃない？なんか。この度ですね、はい、私たち、はい、お引っ越しをすることになりました。イエーイ！イエーイなの？イエイかわからない。このお家、結構 YouTube でも何回も映ってるお家なので、皆さんもすごい馴染みのあるお家だと思うんですけど、はい、ちょっとここからね、お引っ越しをしようかなっていう風に思ってますというか、もう決まりました。はい。はい。まずね、もうですかみたいな声が、結構あるかと思うんですけど、一応もう3年になるかなぐらいの、みんなが思ってるよりも多分住んでると思う。私たちもびっくりしてる。ちょっとそんな住んだんだみたいな。理由を多分皆さんすごい気になるかと思うので、経緯について。まず、引っ越す理由なんですけど、一つ目が、このお家が定期借家なんですよ。はい。普通ね、2年契約とかで、2年経ったらまた契約をして、また2年住んでっていうのを繰り返していくのが多分一般的な、借り方だと思うんですけど、私たちは6年の定期借家で、2年更新っていうのはないんですけど、6年間経ったらもう自動的に出ていかなくてはいけないっていうような契約になってるんですね。もともと、本当にもともとこのお家を借りるときは、ここが最後の賃貸になる予定で、マイホームをね、建てたいなっていう夢が私にあったので、それを予定していました。3年ぐらい前だとコロナがまだ始まって間もない時で、そんないろいろね、なんかここまでこうなっていくっていうことがちょっと想像ができてなくて、考えが甘かったんですけど、マイホームを建てるのに、定期借家で絶対6年で出ていかなきゃいけないって思うと、なるべく余裕を持ったスケジュールを組んでいこうかなと思っていて、大体建てるの2年ぐらいかかることを想定した方がいいっていう風に聞いて、いろんなローン通したりとか、いろんな土地探したりとか、いろんなことを考えると、3年ぐらい前からその計画をしていかなきゃいけないんですね。で、そうなると、もうなのよ。そう、もう決めなきゃいけない。もうマイホームを建てるのか建てないのか決めなきゃいけない時期に入ってくるんですけど、ちょっと今の時期、物価がいろいろ高騰してると思うんですけど、資材のね、木材とかの値段もかなり高騰してるみたいで、お家の値段が以前の倍ぐらいに上がってるっていうのを、知り合いの建築系の社長さんに教えてもらって、だから今の時期にお家を建てるっていうのは、ちょっとやめた方がいいよっていうのを言われて、確かにと思って、もうここから、さすがに倍はちょっと、倍かけて家を建てる。ねえ。だったらもっと経ってから、なんかちゃんと考え直した方がいいのかなっていうのがありまして、マイホームをとりあえず今は諦めようっていう話になったんですよ。で、そうしますと、ここ定期借家で、最初はマイホーム建てる予定があるから、いっか、どうせ6年住まないし、ってなるべく早く出てこうねって言って借りてたのに、ちょっと計画ミスでして、出て行かなきゃいけないじゃないですか、6年で。絶対に。ってなると、どうせまた賃貸に引っ越すなら、早めに引っ越した方がいいんじゃないかなっていう理由もいくつかあるので、じゃあもう引っ越そうっていうことに、そのマイホーム諦めようってなった瞬間にもう家探しを半年ぐらい前からかな、し始めて、ようやくお家が見つかったので引っ越すっていう感じのが一番大きい理由はこれだよね。そうだね。その引っ越しをしなければいけないっていう風になってしまった理由はこれなんですよね。6年経つ前に早めに引っ越したいなって理由が他にもいくつかポロポロ出てきたので、もう一つが実家の近くに、ちょっと今実家から、私の実家からも未知の実家からも、近くないんだよね。そう、近くなくて、どっちかの実家の近くには寄っといた方がちょっと楽だなっていう。私的にその最大の理由として引っ越したいのが、実家の近くに行きたいがコンセプトなのよ、今回。だから家探す場所もとにかく実家の近くっていう点で探してるのね。結構難しくて、それって難しいの分かる？わりかしそこのさ、場所を起点にさ、ここの近くって探すのって結構難しかったりする。そう。なんか、ここの新しい土地に住んでみたいとかじゃなくてさ、この辺でくらいがいけない。そう。それは結構難しくて、時間がかかっちゃって。家探しに結構時間が結構大変だったんだよね。なんで実家の近くに行きたいかっていうと、やっぱりこう、心配だなっていう点。やっぱりその両親も、私の両親もそうです、ぼっちの両親も、若くないので、もう何があるかわからないじゃないですか。
今後。そうですね。そういう時にやっぱ近くにいた方が安心だし、もう助け合って生きていけるぞっていう。自分の実家に帰るっていう選択肢が特になくて、まあ仕事もそうなんだけど、ポリコが今実家に住んでて、ポリコに今任せれるな、みたいな思ったんだけど、私はとにかくポッチの実家の近くに住むことで、ポッチの両親のお世話をしたいまではまだ全然いかないよ。お世話するのはまだまだされたい。まだされたい方が大きいかもしれないけど、それが一番私の中での原因。あと子供を私たちは作る予定があるので、そういう時にもやっぱ実家がすごい近くだと便利だなっていうので、もともとマイホームを建てるって思ってた時にもう実家の近くにしたいなっていうのがずっとあったので、もう実家の近くに住んじゃいたいなっていう風に思ったのと、そう子供がね思ったよりも、そうこの間動画で出したと思うんですけど、ちょっとできるまで時間がかかってしまってるっていうのもあって、何人できるのか、できるのかできないのか、家族構成っていうものもちゃんとしてない状態でマイホームを建てるっていうのもそもそも間違いだなって、そうなんそう後からねそうそう気づいたんですけど、何部屋必要なのか、どういうね勝手にしたらいいのか、もし授かれなかったってなった場合、マイホーム多分建てないんですよ。そうだね、2人暮らしでさ 4LDK5LDK の戸建てっていうのはちょっといらないなとか、そういろいろ考えた時に今の生活に合ってるお引っ越しっていうのをしたいなっていうふうに思ったんだよね。だし、子供を授かった時に便利、さっきも言ったけど、その面倒をねやっぱ見てくれるかもしれないじゃないですか。妊娠期間にもそう大変な時とかいろいろ助け合い大切じゃん。だから私子供もその2人で育てるって結構難しいと思うわけよ。だからこうみんなで育てた方がさやっぱり安心だしさ、そうだね、だから協力していこうぜみたいな誰にママとかに見ないでくださいねこれ。みんなで育てたいなっていうのもあってしっかり続きたいなって思ってる。そうだね、だからお互いにいいぞっていう、お互いにいいよって、いいよっていうプレゼンのこと今してます。はい。決まってるんだけどね。ママも近くに住んでくれて嬉しいなみたいなことを言ってたし、めっちゃ近いっていうわけではないんですけど、今よりは全然近くなるっていう感じで、あともう一つ私理由ありまして、この犬さんなんです。産犬のことですか？小型犬なんですね、うちの方。小型犬なんですけど、今9キロ弱ぐらいあって非常に重い。で、今、お散歩を朝晩2回ぐらい行ってるんですけど、うちのマンションが、どこのマンションもかもしれないけど、床に下ろしちゃいけない。で、特にカーペットだから、床に下ろしたらダメっていう決まり結構厳しめで、持ってなきゃいけなくて、その持ってお散歩に行くっていうので、もう腕ムキムキになるんじゃないかなぐらいの。ゴミなんて持てたもんじゃないし、持ちたいのに。ちょっとおばちゃんに話しかけられて長話みたいになっちゃった際にはもう死ぬレベルの腕になるっていう。高層階に住んでるからすごい長いの、エレベーター待ちとか。エレベーターが4つあるんだけど、1個だけしかワンちゃん OK のエレベーターがないから、これはね、ダリが成長を遂げた時からずっとしんどいってずっですよね。ずっと言い続けてることだったので、ちょっとね、それも正直私の中では結構解放されたい部分だった。引っ越したい、理由の一つにはなった。そう別に全然ね、ここ買っちゃいましたとかだったら全然耐えれるし、なんか方法を考えたかもしれないんだけど、引っ越す理由があるのなら引っ越した方が楽かなっていう感じになりました。引っ越せるわけだからね。ちょうど今ってみんな引っ越しシーズンなんですよ。そうなんです。3月かとかって4月に新生活が始まる人たちが引っ越すじゃん。なんで今なんみたいな。なんかお家が全然見つからなすぎて、ほんとこの繁忙期に入ってすぐポンポン物件が出てきて、内見にバーって行って、ようやくここでっていう風になったから、やっぱ繁忙期だから物件も多いんだよね。そうだね、多いんだけど、なんか普通ここ新生活の人たちが引っ越すタイミングなのに、そこにかぶせちゃってる私たちって何？でもそのおかげでみんながやるこの今の時期と合わせてこうできるから、なんかみんなのもこうしたよみたいな参考にもしたいし、引っ越しのとかさ。今まで結構繁忙期を避けて引っ越しをしてたので、繁忙期に引っ越しをするのが初めてなんですけど、めっちゃ違くて正直びっくりしちゃって、その契約書の内容だったりとか、礼金の量礼金って何みたいな感じ。礼金の量ももうバカみたいな金額がかかったりとか、あと引っ越しや業者のタワマンだとプラス料金も何万みたいなの
積まれちゃうとか、なんかねいろいろね今ね手こずってはないんだけど、結構なんか大変なんかちょっとびっくりしちゃってる部分があって、皆さんもなんか知恵がありましたら教えてください。はい、お願いします。はい、こんな感じでね、まだね引っ越しこれ多分上がるのがちょっと遅くなると思うので、もう多分引っ越しをしてるかするのか、まあそんな感じなんですけど、このうちもね最後また移したいし、またね新居のルームツアーだったりとか、あと引っ越しのねVlog とかもちょっと今回は撮ってみようかなって思ってるので、そういう動画も楽しみにしててください。こんな感じで私たちから引っ越しのご報告でございました。はい。こんな感じで今日の動画もいいなって思った方はグッドボタンとチャンネル登録、コメントもぜひお願いします。そして私たちは SNS もやってますので、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。バイバーイ。さようなら。ここ。さようなら。タワマン。バイバイ。ここ。ここ何ね、ここぐらいしか言えないですし、まあそう駅名も言えないですし、マンションの名前も言えないです。部屋番号も何回かも言えない。そうだけどね。うん。ここさよなら、空。そうだよ、この夜景ともバイバイだよ。悲しい。ね、悲しい。こんな上にはもう住みません。